こんにちは。カニカでございます。ということで、今日なんですけども、現在朝の10時ぐらいなんですけど、魚介食いてと思って、いつものこちらにやってきております。あのおじさんの店ね。で、今日はね、もう本当にゆるく動画撮っていこうかなと。前も一回やったんですけど、ノープランで市場に行って、食べたいと思った食材を買って、さばいて食べるってやつ。で、今日のテーマは、海鮮定食、お刺身、煮魚、お味噌汁、で、あったかい白米。これをね、お昼ご飯にして食べていきたいなと思います。じゃあ早速、中に入って、お魚を買いに行きたいと思います。今日どうした？おはよう。定食を作りたくて。定食？今日何にもねえぞ。何にもねえか。魚今日何にもねえ。でもさ、この海苔があるじゃん。海苔な。これもらおうかな。もらってください。煮魚。すげえ。これ、タイがいっぱいあるな。1箱300円。これな、珍しいね。昭和台ってタイのでね。これも煮付けにいいらしい。どうしようかな。でもね、ホウボウの煮付けも好きなんだよね。これもらおうかな。すいません。ホウボウこれ1箱ください。めっちゃいいのあった。伊勢海老あるじゃん。伊勢海老刺身にしようかな。伊勢海老とサーモンとマグロちょっと買ってお刺身の盛り合わせを作ろう。そうしよう。姉さん、伊勢海老ちょうだい。伊勢海老ちょっと待ってね。いいっすね。5600円。はい、ちょっとください。1600円。落ちたの？映りましたよ今。で、じゃあ海苔と今入れた。入れちゃったよ。でね、定食を作りたいんだって。じゃあフグにする？出来たてがあるで。フグ。これか。これこのフグいっとけ。こいつはね、白サバフグ。白サバフグのみりん干しみたいな感じ。こいつたまり干し。美味しそう。うまいよ。これいくよ。ここいくよ。ここね。ここ。うまそうこれうまいよ本当に。ちょっと軽く炙って食べる。そうだね。両面ちょっと焼いてもらって食べてすぎんようにね。頑張るね。みんな来てね。これ俺担当だもんで。そうなのこれ。俺こっち担当じゃねえんだな。自分で作ってんのこれ。そうだよ。手作りなんだ。手作り。それは美味しいわ。うまいよ。ハマグリにしようかな。千葉県産1300円。1234567個で1800円。これにしよう。ホタテなんか安しちゃうの？ホタテなんで安しちゃう。でもホタテじゃなくて今日味噌汁作ろうと思っとって。これも味噌汁？それ味噌汁。ホタテ5枚で1200円。5枚1000円にしてさ、10枚買える。5枚1000円？安い。はい、オッケー。10枚で1800円。それ安いよ。それはもうめちゃめちゃ安い。ありがとう。帰りますよ。みんなもフグの干物買いに来てね。ね、待ってます。バイバイ。よいしょー。ただいまということで、本日の食材がこちら。たくさんの魚介っていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。ホウボウ、フグ、伊勢海老、ハマグリ。っていうことでね、ちょっと買いすぎましたね。今日こんなにたくさんあるんで、ちょっと動画の尺が長くなっちゃうんで、パッパ進めていきますね。流れ的には、ホウボウの煮付けを作って、ハマグリのお吸い物、そして伊勢海老とサーモンとマグロのお作りを作って、最後にフグを焼いていくっていう流れでいきたいと思います。もう今日はすごい早く進めるよ。もうなんせね、腹が減っている。ホウボウからさばいていきます。今日はね、頭を落としちゃいます。じゃあまず頭を落とす前に、軽く鱗を取っていきます。結構細かい鱗がついてるんですよ。で、こういう細かい鱗がついてる魚は、鱗かきより包丁でやった方が取りやすいですね。はい、では鱗が綺麗に取れました。そうしましたら、頭を落としていきます。ヒレの後ろから1本。で、もう1本。で、お腹を割って、内臓をかき出していきます。で、この時に血合いも一緒にかき出します。こんな感じですね。はい、このように頭も内臓も取れました。ホウボウはね、ここに背びれが1本ね、ついてるんですよ。ビビビって。かなりね、強いんで、ここ取っちゃいます。で、取り方は、こういう風に V の字に入れていきます。こうやって V の字にビーっと入れていきます。で、尻尾まで来たらシュッてやります。で、シュッてやったところを包丁で押さえてピッてやります。はい、これで簡単に取れますんでね。で、尻尾も邪魔なんで、ポンと取っちゃいます。これですごい食べやすい形になりましたね。はい、こんな感じですね。はい、じゃあ煮付けのタレを作っていきます。まずこちら、だし汁ですね。で、砂糖。で、醤油。酒。みりん。火をかけていきます。はい、沸騰したらそこにホウボウを入れていきます。で、そこにリードをかぶせます。10分ほど煮立てます。はい、じゃあ10分ほど経過しました。いい感じにとろみもついて、しっかり火も通りました。蓋をして20分ほど味を染み込ませます。これで煮付けの完成。はい、次にこちらのハマグリを使ってお吸い物を作っていきます。まずはこちらのハマグリ、軽く洗っていきます。そうだ、普通にハマグリのお吸い物を作っていきますって言ったけど、当初はお味噌汁の予定だったけど、なんか気分が変わってお吸い物が飲みたいなって気分になったんで、お吸い物にすることにしました。気まぐれなんでね。で、あらかじめ昆布を戻してありますんで、これに火をかけていきます。で、沸騰直前まで煮立てます。
火を止めて、で、ここに花がつお入れていきます。で、蓋をして3分ほど寝かします。はい、じゃあ3分ほど経過しました。いい匂い。そしたらザルにガーゼを引いて、こしていきます。で、この出汁をもう一度鍋に戻します。で、火をかけて、先ほどの洗ったハマグリ入れていきます。はい、じゃあこういう感じでハマグリの口が開きました。そうしたらそこに日本酒。で、お醤油。うまい。はい、これでハマグリのお吸い物の完成。さて、そしたら次はこちら伊勢海老をさばいていきたいと思います。これ6000円だったら安いですよね。お盆とか年末年始に買うと1万円はいっちゃうと思う。じゃあ頭と胴体を切り離していきます。ここの付け根に1個入れます。こっちにも入れます。最後にここに入れて、で、ひねって、プリンと取り出します。こいつはオレンジ色タイプの身の伊勢海老でしたね。今日はこういう丸皿にね、盛り付けていきます。身を取り外していきます。裏側から入れていきます。よいしょ。よいしょ。これですね。そしたらこっち側の殻が取れたんで、次はこの硬い殻、こっちを剥いでいきます。指を入れて少しずつ剥がしていく感じ。はい、こんな感じですね。よし、じゃあそうしましたら、こちらお刺身を作っていきます。で、今日のネタは伊勢海老、マグロ、サーモンですね。そしたらこちらを切って盛り付けていく。はい、そしたら最後ですね、こちら。フグの干物、こちら焼いていきます。5枚もあるんで、今日は2枚、このぐらいでいいっすわ。あ、そうだ、あれがあった。昨日半額で僕ステーキ肉を買ってたんだ。これも、ちょっと焼いていこう、せっかくなんで。こんなに多いから半分でいいや。このぐらいでいいや。じゃあまずフグを焼いていきます。で、このステーキはもう普通に焼いて、この一回使ってみたかったんだよね。このジョジョ園のタレ。これをつけて食べたいと思います。この島ニンニクオリーブオイル。これで焼いていきます。うわ、めっちゃいい匂いする。はい、じゃあ完成。いただきます。よし、じゃあ食べていこう。もうね、みんなが思ってること言う。作りすぎっていう話だよね。まずはこちらの盛り合わせ。これいただきたいなと思います。まず伊勢海老食べていきます。よいしょ。じゃあこれを、わさびをちょっとつけて。んで、ちょんちょんちょんと醤油につけて、いただきます。伊勢海老は裏切らんな。本当にうめえ。じゃあ次はこちら、サーモンいただきます。で、醤油をつけて、いただきます。サーモンってたまに無性に食べたくなるよね。じゃあ次はマグロ。じゃあ次にね、こちらハマグリのお吸い物いただきます。いただきます。うめえ。出汁がよく効いてるよ。この海苔もね、これ美味しいんだよね、この味付け海苔。変な魚おじさんの店行ったらね、この海苔は買った方がいいよ。島海苔美味しいから。で、変な魚おじさん特製のフグいただきます。うわ、これうまっ。やるな、あの人。うまいじゃねえの。見直したわ。これはうまい。しかも食べやすい。で、こちらホウボウの煮付け。こういう風にやるとすごい食べやすいんですよ。いただきます。おいしい。で、半額のステーキ食べる前になんですけど、そういえばG堺さんから新しく包丁をいただいてたんですよ。で、その包丁がテーブルナイフなんですよ。なんで今日はそちらのテーブルナイフを使って、このステーキを食べていきたいと思います。で、そのテーブルナイフ。はい。で、こちらですね。開けると、見て、このピカピカなナイフ。サビナイフと同じようなこの形
形状。砂猫ちゃんが入ってますね。ここに肉球が入ってて。H1 っていう素材を使ってて、ステンレスよりさらに錆びにくい素材を使ってるんですよ。なので、いいナイフとなってます。で、こっち側、また違うんですよ。ダマスカス模様になってるんですよ。で、こっちはね、VG10 コアっていう素材が使われてて、この美しさだけじゃなくて、切れ味も抜群なの。箸置きチックなこういうのもあるんですよ。なんで、ここにナイフをこう置けるんですよ。で、ステーキを置くみたいな。おしゃれですね。うわ、すげえ。スッパスパ切れる。いくよ。ほら、人差し。もうギコギコしなくても、さーっていける。すげえ切れ味だな。じゃあ次はこっちの H1 素材の錆びにくいブレード。こちらのナイフを使っても切っていきます。こっちはどうだ？こっちも切れるな。切れ味はね、両方とも素晴らしい。ほら。こんなステーキナイフ初めて使ったわ。で、こっちのダマスカスの方なんですけど、使った後は必ず綺麗に水気を拭き取ってください。どれどれじゃあ食べていきますか。いただきます。ご飯に乗せて。うまい。ごちそうさまでした。ということで、今日はね、贅沢なお昼ご飯を作ってみましたけども、満腹ですわ。作りすぎた。けど大満足でしたね。たまにはこういうゴージャスなランチもいいですね。それで今日 G 酒井さんからテーブルナイフをいただいたんですけど、その他に G 酒井さんネックレスも作ったらしくて、冒頭からつけてるんですけど、これ。こういうね、この革の素材に、この VG10 の綺麗なダマスカス模様に、こういう風に俺がつけてたのは、砂猫ちゃんですね。砂猫ちゃんの他には、これ、サーバルキャット。で、パンダ。で、普通の猫ちゃんの模様もあります。可愛いですよ。僕ね、プライベートでも最近よくこれつけてるんですけど、あれそれどこのネックレスとか言われるんですよ。でも俺はもう、これG 酒井。大体、おーって言われます。で、G 酒井さんからまた一つ実験をしてくれと。以前は錆びない包丁をいただいて、で、1年間塩水につけて錆びるか錆びないかっていう実験をしたんですけど、見事全く錆びがなかったんですよ。で、次はこちらの VG10 の素材でできたナイフのブレード。こちらの素材、大変錆びにくいということで、今回はこのステンレスのナイフのブレードと VG10 のブレード、これを植木鉢にブサッと刺して、外で雨風が当たった状態で3ヶ月放置して、どういう変化があるか。じゃあ植木鉢に刺していきたいと思います。はい、じゃあまずは、よし、こんな感じですね。これを外で3ヶ月放置したいと思います。で、これ。ちょっと塩もかけてみますわ。これでさらに錆びやすくしていく。で、本日紹介したナイフとネックレス。こちらを期間内に購入してくださった方限定で、抽選で10名様に、このシャープナー付きまな板、こちらを10名様にプレゼントでいきたいと思います。で、今回もこちらのまな板の袋にサインの方を出していただきます。今回は10名様だからね、太っ腹だよ。結構な確率で当たるんじゃないでしょうか。で、こちらの銀色のマーカーで書かせていただきます。こちらですね。お得なキャンペーンとなっておりますので、ぜひぜひ皆さんもご購入を検討してみてはいかがでしょうか。ということで、今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。